皆さんこんばんは、ピケです。今回はルーズリーフを使ったおすすめの勉強法についてご紹介していきたいなと思います。シーン別に分かりやすく説明するので、ぜひ多くの方の参考になれば嬉しいです。僕はよくルーズリーフを使って勉強します。その理由はページの順番を後から変えたり、新しいページを途中に付け足すことができるからです。ノートには確かに使い切りの良さや手軽さというメリットがある一方で、ルーズリーフには長い期間をかけて勉強をまとめることができるという良さがあります。こちらは僕が高校生の時に大学受験のために作った世界史のまとめです。こんな感じで世界史の始まりから終わりまで自分なりのルールを作ってきれいにまとめました。意外と知られていないことなのですが、通史をする、いわば初めから終わりまでを一つの物語として覚えるようにすることっていうのが、日本史でも世界史でも最も大切なことだと僕は思います。このルーズリーフはもはや絵本のようなもので、一つの物語、ストーリーとして登場人物がこういう理由でこんなことをしたんだなっていう感じで僕は覚えていました。世界史はどのテストでも90点を下回ったことはないし、なんなら最強の武器になっていました。そんな経験を生かして今現在も弁護士になるための法律の勉強をルーズリーフにまとめています。今ルーズリーフを使って勉強している、もしくはこれから試してみたいという人は、この丸マンのルーズリーフミニを使えばもっと便利に、もっと綺麗にルーズリーフの勉強ができると思います。今回具体的で分かりやすい説明にするために、シーン別にルーズリーフ勉強法の具体例を作成してみました。まずこれは中学生の理科のノート、光合成の範囲の濃度を再現したものです。例えば実力テストで維管束の図の問題が出て間違えちゃったとします。その時にこんな感じで間違えたこと、もしくは初めて知ったことをこのルーズリーフミニに書いて後から付け足すことができます。これによって自分の間違えたことや苦手なことをミニの方にピックアップしておく、記録として残しておくことができるから、次のテストとか受験期に見返す作業も楽になるのでとてもおすすめです。これはその社会公民のバージョンです。これも同じく実力テストとかで間違えたところをルーズリーフミニに記録すると、より分かりやすくピックアップできるのかなと思います。高校生も同じく復習に活用するのはもちろんおすすめだし、自分なりの板書や勉強法が作れたら、それこそこんな感じで授業や受験勉強などでも臨機応変に使っていけるかなと思います。大学生ならこれを後期の記録とか資格勉強に活用できます。こちらは僕がいつも使っているルーズリーフバインダーですが、法律の勉強では過去の裁判の結果、いわば判例というものが結構大事になるんですけど、それをこのルーズリーフミニに書いたりして活用しています。そして社会人の方でもこの同じシリーズのポケットを使って名刺や印鑑、USB などを管理することができます。
またこんな感じで仕事の中で大切にすべきことの記録に活用するのもかなり有効的かなと思います。このルーズリーフミニはコンパクトサイズだからこそ学校に持っていく場合にとても便利です。同じシリーズとして種類もたくさんあって、ミニ専用のバインダーとかケース、ポケットなどもあるので、いろいろ組み合わせながらより自分流に楽しく使えるかと思います。特におすすめなのはこのタイムプランニングとトゥードゥーリストの2つです。50枚入りかつコスパも最高で、勉強計画やタスク管理にもってこいのアイテムです。中学生にとっても高校生にとっても、僕みたいに資格勉強する人たちにとっても、教科書や参考書の目次の順番に沿いながら初めから終わりまでを通して勉強をこなすことが一番大切だと思います。それさえできれば勉強の楽しさも感じられて、自分だけの最強の武器になると思います。今回紹介したこのルーズリーフ勉強法とおすすめのルーズリーフミニがぜひ参考になれば嬉しいです。